の動画はシーズン6となります。これまでの動画は概要欄からご覧ください。動画に出てくるアイテムは概要欄のコマ風呂にまとめています。商品ページを貼っておりますのでチェックしてみてくださいね。ということで、まずこちらが前回の状態なのですが、机の下のスペースがもっと活用できるのではないかと思い、新しい収納も購入してみました。まずはこの撮影後どうなったかを見てみましょう。物が増え続けてやっぱりごちゃごちゃになってしまいました。左側に新しく買ったサイドテーブルを置いているのですが、全然収納が足りず、そこら中に物が溢れています。机の下のラックは深さがあるせいで物を放り込む癖がついてしまい、中がごちゃごちゃになってきました。入りきらないものたちで机の上も溢れています。特に困っているのがモールド収納で別の棚に避難している状態です。こんなところにもありますね。実は半年前に前回から始めたクリアファイル収納をやめようと思い、収納動画を撮影していた時期がありました。ファイルにモールドを入れると整理整頓はできるのですが、結構隙間ができるので結局かさばります。この時はフリーザーバッグに収納してみることにしました。頑張って全てフリーザーバッグに入れ替えてはみたのですが、結局1ヶ月でやめました。かさばり自体は3分の1ぐらいにできたのですが、使うたびに取り出すのがめんどくさすぎました。丸1日かけて行った撮影も全て水の泡です。新しく購入したのはこのアイテム。Amazon のキャスター付きラックです。ポイントは何といってもこの浅い引き出し。フリーザーバッグに詰めたモールドをすべて引き出しに入れ直します。通常モールドなら 2,3 段重ねられるくらいの厚さです。容量に期待しつつすべての中身を入れ替えたいと思います。早速机の下に入れてみます。なんとジャストフィットです。以前の収納方法に比べると5倍ぐらい入ります。何よりすぐ取り出せるようになったのでストレスがだいぶ減りました。しばらくは薄型引き出し収納に頼ろうと思います。続いて今まで動画でも見せたことのなかった開かずのクローゼットを少し整頓してみました。こちらは安さ重視でスタックボックスを購入してみました。組み立ても簡単でめちゃくちゃ軽いです。見た目はとにかく整理整頓はすることができました。このクローゼットの床を見るのは7年ぶりです。続いて着色剤の上のゾーンに飾り棚をつけたいと思います。購入したのはこちら。ウォールシェルフ2個セットです。画鋲で取り付けられるタイプで簡単なので10分ぐらいでつけることができました。大好きなカービィグッズを並べてみました。元あった飾り棚は顔出し配信用のカメラを置くのにちょうどいい位置でした。セリアで買ったレースをつけてみます。部屋の雰囲気に合ってないかもだけど可愛くなって満足です。モールドが山積みだったラックがすっきりしたので、とりあえずオフ会で皆さんにいただいた作品を入れています。あまり使わないモールドもここに避難中です。このクリップとレースカーテンで隠す技はネットで見つけたいいアイディアでした。今回の変更点はここまでです。それでは最新バージョンのお部屋を見てみましょう。前回より収納家具が増えた分、自分の場所は減りましたが、しまえるものの量自体は増やすことができました。
ルドはまだまだ入りそうなので、しばらくはこれで良さそうです。右側の引き出しはモールド以外の用具や梱包関係のものを入れています。一番端っこは安定のおやつです。着色剤はかろうじて全部置けていますが、これ以上増えたらまた考えなくてはいけませんね。レジンのブラシ収納はセリアのマルチラックを使っています。そこに液が垂れるので、ダイソーの使い捨てパレットを置きます。こんな感じでハサミでカットするとマルチラックの下にぴったり入るので、汚れたら交換しています。その他お気に入りのグッズもブログで紹介しています。続いてはよく聞いていただける写真撮影風景の紹介です。窓際の明るい場所に撮影用簡易テーブルを設置しています。一眼撮影は光量が命なので、窓際の反対側からも照明を当てています。窓際からの光と同じになるように色や明るさを調整します。2台セットだったので、もう1台は配信の時に暗くなる場所を照らしています。現在の配信機材はこんな感じです。こちらもブログで紹介しています。100均ゾーンは以前と変わらず壁に収納しています。セリアのモールド用のキャスターは新作ペースが落ち着いたのもあり、現在は部屋の奥に移動中です。ということで、今回のお部屋動画はここまでです。今後もお部屋が変わったらアップしたいと思いますので、またぜひ見てくださいね。コマリンレジンでは他にもみんなのお部屋見せての企画を行ったり、現在はコミュニティでモールドや着色剤の収納を募集しております。最後までご覧いただきありがとうございました。